盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは早めの芽切りです。早めの芽切りと言いますと普通の芽切りと違って今言った通りちょっと早めにするんですけども普通の芽切りとね考え方が結構ガラッと変わるんでかなりややこしいんで毎年この動画を撮って投稿してるような感じになってるんですが、今回またねおさらいみたいな感じで、見てもらったらなと思います。でその前少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。概要欄からね登録フォームにメールアドレスを登録してもらうだけで定期的にこの YouTube でいろいろやってきた内容がね改めて文字になってメールになってね分かりやすく説明されてますんで、そちらでもね勉強してみてもらったらなと思います。では本題に戻ります。早めの芽切りなんですけどもどういうものかと言いますとまず普通の芽切りでねよく言われるパターンでは6月の中旬あたりに芽切りを黒松系ですね黒松とか錦松とか赤松とか芽切り作業のある木に6月中旬ぐらいに、新芽を切ってで切られた後ね秋ぐらいにまた秋ぐらい3週間ぐらいにもうちっちゃい2番目が出てくるんですけど、それが秋冬になったら育ってきてね葉っぱのちょうどいい長さの綺麗な黒松とか赤松とか錦松とかそういう盆栽にちゃんとなってくるという、そういうのが普通の芽切りなんですけども僕が言ってる早めの芽切りっていうのは、そうですね芽のサイズがねすごく差が激しかったり、小さい芽が多かったりとかして普通の芽切りにね耐えられない子だったりとかね、早いうちに切ってあと小さいの切らないとかでちょうど秋冬に揃うみたいな、そういう感じの話なんですけどもこれねいろんな本とかねいろんな人の話聞いてもこういうやり方を過去されてきた方は僕は知らないですね。一応僕の中では多分僕が考案したやり方だと思うんで本とか動画とか他のとこ探してもこのやり方は多分載ってないと思います。一応もう10年以上ぐらいこのやり方やっててどれもうまくいってるんで一応僕の中で実証済み間違いない方法だとは思ってます。で、早めの芽切りをねした方がいい木目の前に揃えております。だいたい早めの芽切りにねが必要な木っていうのはね植え替えしたものが多いというかね、それまで素材として結構ボサボサっとね管理されてきてそれで植え替えしてさらにこれからっていうような発育途上の子に多いとも言えますね。で、真ん中見てもらいましょうかね。この小さい芽と今僕が触ってる大きい芽の差が激しいんですよね。でこれをしかも植え替えてると結構根も切ってるんですけどこの木はねでまだまだ発展途上です。でこれを全部の芽を6月中旬とか下旬にね切っちゃうと植え替えもしてますし次芽がね多分きれいに出にくいと思うんですね。でそういう場合にどうするかというと、早めっていうこの今日5月初旬2日なんですけども撮影してる日がの状態でこれだったらそうですね残された芽がそこそこ元気で、この長い芽を切るとなったらこの辺細かくは考えなくてもいいんですけど、5月、今日でもいいんですけどね正確にやろう今日ぐらいでいいか。この切られてない長い芽にね切られた子が追いつかないといけないんで切られてない芽が結構元気だったらなお早い方がいいんですよ。この切られない予定のこれだけ切るんです。これ長いのだけ切るんですけど切らない予定の芽がもしこの木がもっと小さい芽だとしたら
もうちょい後かな、この強い切られたとこからがどんどんまた強いのが出過ぎて、この周りの切られてないのを追い越しちゃう。これややこしいこと言ってね申し訳ないんですけど、まあ多少のその1週間ずれ、ベストな日から1週間ずれたとか1週間前だ後だとかはね、そんなにはね差はないんですけど、問題はその強い芽だけをとにかくちょっと早めに切って、その後弱い芽を切らないっていうのが大事なんですね。はい、でこういうので一番いけないのはこのままね芽切りずっとほっといとって7月とかにこの強い芽だけをもし切ったとしたらですね、切られたとこの芽が後から出てくるのに切られてない芽がもう先々いってね、秋冬に追いつかないんですね。この辺の表現が難しいんですけど、とにかくこう長い芽だけを切って小さい芽を切らずに、絶対後で7月頃にこの辺の切られてない子伸びてくるんです。でもそれを切らずに我慢する、置いとくっていうのが、この作業のポイントになってきます。はい、実際ちょっとこれ作業してみます。今からでこの長い芽だけを切るんですけど、これちょうどね今切った芽なんかの脇にねもうすでに周りの芽と同じような芽がいるんで、これでいいと思います。であとこうちょっと、てっぺんの方が強いからちょっと弱いのでも切っちゃえ。とにかく強く目立つ芽だけ、これぐらいかな。はい、でこれで作業終了です。切った芽ねこれぐらいですね。そんなに切ってないです。強い芽だけを切って弱い芽だけを残すと。でこれ残った芽がね6月7月となったらまた伸びてくるんですけど、もう早めの芽切りをすると決めて5月中に切ったら、もうあとは切りたくなってもそこは我慢してくださいね。これ切ったらね弱い芽切られたらもう先に切られた強い芽なんか絶対追いつかないんで、もうこれはもうこのまんまで。で伸びてきたからと言ってね切らなくても植え替えもしてますし、もともとちょっとこうバラバラしてる子、そこは関係ないか、植え替えもしてますしね、そんなに伸びすぎません。茎も葉っぱもそんなに言うほど伸びてきません。こんな状態だったら。はい、で発展途上なんで完成を目指すんでないんで、この年がちょっと葉っぱが仮に長くなったとしてもね、もう次の年に挽回できますんで、多分今年みたいなこの早めの芽切りはもう今回だけ、植え替えした直後の今回だけで、来年は多分全部普通の6月中にする芽切り、普通の芽切りで多分この子いけると思うんで、はい、そういう考え方で、こっちもちょっと隣の木もやってみましょうかね。これも小さい芽があってちらほら強い芽があると。でこれも小さい芽もまとめてね、普通の芽切りを植え替えしてるから早めにしようってなったとしても、全部切るとねちょっと小さい芽から芽が出ない可能性があるんで、植え替えしてる分ね。だからそう早めの芽切りはねすごく安全な芽切りとも言えるんですよ。強い芽だけ切るので弱い芽のほとんど残すんで、その点でも芽切りによって傷むみたいなことがかなり確率が減ります。はい、じゃこれもちょっと作業してみますね。こういう長いとこね、仮に長い芽のね脇に小さい芽がいてもそれはそのまま置いといて、とにかく長い芽だけ。これなんかもう早めの芽切りなんかするとね、とりあえず作業時間めっちゃ短いですね。これぐらいまでいけるかな。これぐらいで終わりです。で小さい芽中くらいの芽がもうほとんど残ってるんで、植え替えして強い芽切ったぐらいだったら多分びくともしないというか、
すごく健康な状態でこれから夏を迎えられるというような感じになると思います。こんな感じでね、こういう密集してて芽が小さいのがいっぱいいるのもこういうの結構向いてます。あんま枝抜かなくてもいいかもしれないです。ここまでね多かったら芽切ってない分ねいっぱい芽がある方が程よく分散してねいい場合があるんで、はい、じゃあせっかくなんでこれ横の方に置いてるちっちゃい子、この子もやってみようかなと思います。これなんか分かりやすいですね。もうこれ4本もう目に見えて、もう123 4、こっちのちっちゃい方いっちゃうかな、5本、ここにもいた6本、これもう一個か、ちょっとちっちゃいけど上の方だから7本切っただけ。はい、これで完了です。はい、でこの切った芽以外がすごくやっぱ弱いんで、やっぱあんま切りたくないんでね、で強い芽だけ切りたい場合はどうするかっていうと、この5月中の早めの芽切りがいいですよという、こんな感じですね。早めの芽切り本当ね、普通の芽切りに対して逆のことするんで本当にややこしいと思うんでね、もう一回おさらい言いますね。普通の芽切りちょっと先言いますね。普通の芽切りは小さい芽を切ってからちょっと何週間か空けて大きい芽を切って、秋冬に芽のサイズが揃うようにするのが普通の芽切りです。で片や早めの芽切りは小さい芽を切らずに大きい芽だけ切って、で小さい芽と大きい芽から出る2番芽がちょうど秋冬に揃ってくるのを目指すのが早めの芽切りです。はい、普通の芽切りは小さい順なんです。で早めの芽切りは大きい子だけ。はい、そういう感じでね覚えていただいて、分かりにくいなと思ったらまたこれ繰り返し見ていただけたらなと思います。で早めの芽切りのその判断、難しいんですけど、植え替えしてる木はそもそも芽切りがあんまりしにくいんで、植え替えしてる木の芽切りとなったらもう早めの芽切りの方が無難ですね。で全部の芽が揃ってたらもう丸々切らない。でほとんどの芽が弱そうだけどところどころ強い芽がある、もうこれが特に今回の例なんですけど、そういう場合はもうぜひ早めの芽切りの方をしてもらった方が枯れにくいです。後々とにかく今年、秋冬まではかなり生存率が上がると思います。全部切るっていうのは結構ね芽切りって負担がかかる作業なんで、はい、そのあたりね参考にしていただいて、芽切り難しい作業ですけどやってみてください。もしものすごく迷われたら、どないかして僕の SNS どっかからねご質問していただいても大丈夫です。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。